さまざまな国でニュースにもなっているフランスの猛暑。日本に住む私の友人たちからも私の体調を心配してメッセージをいただきました。というわけで急遽今回はこの動画を通して皆様へ今この猛暑の様子をご報告させていただくことにしました。最後までごゆっくりご覧になってくださいね。ボネケ本舗。今32度、部屋の中今32度で時間が14時44分。32度だと少し涼しいなって感じます。その前は、日中の室温が35度ありました今やっとこのリビングルームの方にはあまり日が入らなくなってちょっと過ごしやすくなりました。午前中はリビングルームの窓から日がさんさんと入るのでカーテンを閉め切って午前中は過ごしてました。で、悲しいことにミントがこんな姿になっちゃいました。それとこれですね、この間まだ黄色いお花を咲かしてたのに枯れてる。まだ生きてるところはあるのかな、まだあるかな、大丈夫かな。でですね、なんだか不思議なことがあって、床にですね、これで見えるかな、こんな丸い点々の跡がですね、ここ 2,3 日かなりつくようになっていて、一体これは何だろうと思ったらですね、見覚えがあるんですね、私これに。これ夫が室内で履いている室内履きなんですが、あの丸い点々、この跡なんですよ。猛暑の前はそんな跡はついたことがなかったんですが、すごく暑くなってからこの丸い点々の跡がつくようになって、なのでもしかしたらなんですが、熱でこの黒い丸い点々が溶けて白い床のタイルについてたんじゃないかと思うんですよね。気温計が35度でしたからね。ありえるかな。ボネケ本舗。こんにちは皆さん。パリの猛暑について結構日本でもニュースになっているということで、ご心配くださってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って急遽カメラを回してます。先日も日本に住んでいる友人から暑さ大丈夫という心配のメッセージをもらったりしました。他の YouTuber さんたちもアップなさったりしているのでもうご存知かと思うんですが、パリの酷暑ひどいです十数年こちらに住んでるんですが、何度かこういったかなり暑い日っていうのがあったんですが、今回はそれが2週間は続いていますね。それもその前は冬が来たと思うぐらいに寒い2週間ぐらいがやっぱり続いていて、それから今度急遽この酷暑になったので体がなかなかついていかないっていう感じでした。ですがパリとパリ地方、冷房がないお宅がほとんどなんです。そして公共交通機関なんかもあまり冷房が入ってなかったりします。リビングルームなんですが、やはりもちろん冷房はありませんそして今はちょっと扇風機を回しているんですが、この扇風機ですらないというお宅は結構あって、去年の夏かな、私の家では2台目を買ったんですが、その時も結構売り切れてたりしていました。ボネケ本舗で、この酷暑どうやって夜寝ていたかと言いますと、この冷凍庫に入っているものです。これを凍らして置いてます。頭に枕代わりにして使ってました。そしてですね、これでこれは何かと言いますと、これは牛乳のペットボトルなんですが、それにお水を入れて凍らして置いてあるものです。タオルなどでくるんで夜寝る時にこうやって抱えて眠ってました。私たちがここに引っ越してくる前に住んでいたアパート、そこはいわゆる屋根裏部屋で、太陽が屋根を熱してその熱気がそのまま部屋にこもるという場所でした。その時は本当に地獄のようで、これ日本では足りずにもう2つありましたね。全部で4本、あと足の付け根にも挟んでどうにか
眠っていました。その時は酷暑がこんなに長く続かなかったんですよね。なので今回何が辛いかというと、この酷暑が長い、トータルでだいたい2週間続きました。で冷房がないのでどこへ行っても暑くてそれが辛かったです。そしてパリとパリ地方の問題は景観が重視されるのでむやみやたらにです。いわゆる日本の網戸、あれをつけれないんですね。つけれないということは、私はちょっと虫が怖いので夜窓を開けたまんまにしておけないということで、一度外に貼り付けたらクレームが来てしまったので外して中からつければ景観に問題がないからいいよって言われたんですね。で日本のアパートと違ってですね、窓が画一的でないんですね。それぞれの建物によってちょっと違ってたりするので、ホームセンターみたいなところへ行って網戸を買ってきてポンとつけるわけにいかなくって、それでどうしたかというと、もう仕方ないですよね。網戸のネットだけを買ってきてチョキチョキチョキとして、あとマジックテープ、それで内側からペタッと貼れるようにしました。でそれをしておくとですね、内側からつけているので窓を閉めれないんですね。なので閉める時はまたその網戸を剥がして閉めるということをしなければいけませんでした。それが結構きついなと感じたのは昨日の夜で、かなりな雷と風の嵐が来たんですね。涼しくなったからいいんですけれど、仕方なく窓を閉めなくてはいけなくて、なのでまだ気温がそんなに下がりきっていないのに網戸を剥がして窓を閉め切りました。なので部屋がとんでもなく蒸し風呂状態でした。でそれで雨が降ってヒヤッとしてくれればよかったんですが、なぜか雨だけはポツポツポツで終わってしまいました。そしてその酷暑が何が辛かったかと言いますと、その間も私は動画の編集をしなければいけなかったので、その猛暑の暑い部屋の中で汗を拭きながらずっと座って編集をしていました。きつかったですねそんなきつい中編集したのが前回の動画だったので、皆さんどうぞご覧になってください。やはりかなりな方がフランスで熱中症と水難事故で亡くなっているようです。笑い事じゃないですよね。実際ですね、私の夫の親族の中にも悲しいことにですね、お一人熱中症で亡くなってしまいました。暑さといってもバカにできないです。暑さ対策しっかりなさってください。ボネケ本舗。すごい。サンマルタン運河がビーチになってます。プールかな。いや、水がすっごい汚いんですけど、これはすごい。あららら、すごい。熱中症予防の策としてフランス政府が運河の一部を遊泳可能としたそうです。運河の岸に佇む人たちは水着姿。パリでこんな風景が見れる日が来るなんて、なんだかみんな楽しそう。橋の上からは一応飛び込みは禁止されているらしいんですけどね。そんなことは誰も気にしていない様子。運河の上にこんな橋があったら、パリジャンたちがおとなしく飛び込まないでいるはずがありません。映像で取材の方もいらっしゃいましたよ。こんな酷暑を楽しもうとするパリジャン、さすがですよね。実はサンマルタン運河に行こうと言い出したのは夫の方。行ってみて大正解。水辺にいるだけで涼めたし、見ているこちらも楽しくなって、一時酷暑の辛さを忘れることができました。すごいですすごいです。みんな飛び込んでます。ここにいると涼しいし
すごい。さすが35度なのってうちの中は。ボネケ本舗。この国書の中で私が食べたいと思ったのがこれ、コーヒーゼリー。暑い時には喉越しの良いものが欲しくなりますよね。出来上がりました。コーヒーゼリーです。日本では普通にコンビニとかで売ってますよね。スーパーでももちろん買えるし、でもこちらでは甘いゼリーっていうのがなかなか見当たらないんですね。それで特にこのコーヒーゼリーは見たことがありません。それで時々すっごくコーヒーゼリーが食べたくなるので、よく作って冷蔵庫に入れてあります。で今回のこの熱波の間もこれいっぱい食べました。もちろんこのコーヒーゼリーお砂糖は入っていません。これだけだとちょっと美味しくないので、ここに私が好きなのは生クリームをたっぷり、上に乗せて食べるやり方です。スーパーに売ってる普通の生クリームです。これだけをたっぷり入れて食べるのが暑い時におすすめです。今ももうちょっと汗が流れてきてるような感じなんですが、どれどれプルプル、本当にとろけそうなぐらい柔らかいコーヒーゼリー。なんでフランスにはこのデザート系のゼリーがないのかすごく不思議です。ボネケ本舗。そして私にとって国書の時には欠かせない飲み物の一つがコーヒーフロート。苦くて濃いアイスコーヒーにハーゲンダッツアイスクリームを乗せたもの。今回はピスタチオ入り。もちろんお水もたっぷり飲んでくださいね。ボネケ本舗。ちょっとびっくりなのは夫に言わせると京都の方がまだまだ暑かったと言って結構元気でした。いつもと変わらず歩いて近くの町に行ってました。でどうにか2週間乗り切ったかなと思ってたら、また来週からもっと暑いのが来るらしいです。ちょっとこれ冷房なしで本当にいけるのかな今年の夏はという感じで、私の周りでも熱中症で倒れてしまった方がいましたし、気力だけでは乗り換えられないと思います。本当に対策をしっかり立ててお水を飲んでいないと本当に命に関わるなと思います。一番盛り上がってたのはやっぱりサンマルタ運河でした。水辺で見てるだけでも涼めました。やっぱり水辺って涼しいですね。うちにもちょっとビニールの子供用のプールが欲しいかなと真剣に今思っています。ちょっときついな。せめて一部屋だけでも冷房があればそこで逃げ込めるんですけど、それがないのが本当に辛いです。カフェとかでも冷房があるところはほとんどないので逃げ道がありません。もうしょうがないですね。本当にいざとなったらサンマルタン運河に飛び込みます。パリはもともと景観を大事にするためにクーラーの室外機は外に置けないという規定があるので、クーラーが復旧してないっていうのはわかるんですが、もともとはこのパリは日本の北海道ぐらいの緯度にあるので、そんなにクーラーが必要なほど夏暑くはなかったという素地があり、でも時々熱波が来るようになってもまあ数日なのでちょっと我慢すればどうにかなっていた。ですが6月から2週間30度超え、こうなってくるともうクーラー必要じゃないのかなとやっぱり本気で思いますよね。さてちょっとこのねパリのクーラー事情どうなるんでしょうね。というわけでした。まだまだもうちょっと続きそうですが頑張ります。皆さんもお体にお気をつけになってくださいね。ということで心配してくださってる方にご報告がてらの動画でした。それではまた次の動画を楽しみになさってくださいね。